こんにちは、IKEA 大好きな佐野です。よろしくお願いします。はい、どうぞいらっしゃいませ。今回はルームツアーをしていきます。本当に愛用しています9割 IKEA アイテムなんですけども、紹介していきたいと思います。まずは玄関からです。こちらはリンドビーンという IKEA のミラーでございます。こちらの収納扉はもともとはこのような茶色い扉がついていたんですけども、外しましてベンチを置いています。玄関を少しでも広く感じるために扉を外しました。一番左の扉はもともとのを残していて、壁紙を貼りました。収納になっています。こちらは IKEA のショッティスっていうのれん、上を両面テープで貼るだけの布で好きな幅にと長さにカットできるものになってます。なのでこうぴったりねつけたい場所につけることができます。こんな感じ。こちらが入ってすぐの部屋のドアにかけてますドアハンガーも IKEA の商品です。すごい可愛いですよね。これすごい可愛くって、しかも3000円、確か3000円ぐらいなんですよね。かつ実用的なアイテムです。結構ね長さが下がってきてるのでつけやすいですよね。しかもこれは長さを2段階に調節することができて、もっと伸ばすことができます。でそうすると子供でも使いやすい長さになります。はい、続きましては寝室です。まずこちらのミラーも IKEA の商品です。かけ方を3通りできるっていう面白いミラーになってます。だからたまに向きを変えて雰囲気を変えて楽しむことができます。でこちらクローゼットなんですけども、上にあるのは IKEA の時計でして、秒針がないのでチクタク言いようがない時計で、とても静かな時計になってます。こちらがですね IKEA のタオルハンガーなんですけど、この収納扉に2人でこれにねかけて使ってます。これは無印のフックです。こういう商品になってます。これ本当はキッチンの扉とかにつけて布巾をかけたりするものなんですけども、一つはねゴミ袋をかけるように使ってるんですけど、こんな風にねドアにかけて使ってます。これはちょっとその日ね履いたパンツとか、すぐ洗濯しないやつを一旦ここにかけておくのに使ってます。パッとかけられてすごく便利です。はい。でこちらの下のパネルはティム買ったパネルです。IKEA のツールの上に置いてます IKEA のバスケットです。これはですね枕カバーとか、もう少し出番が来るかなと思ってタオルケットとかをポイポイ入れとく場所ですね。収納として使ってます。こちらのレースのカーテンも IKEA の、カーテンです。洗濯してもシワシワにならなくってすごいお手入れがしやすくて気に入っています。こちらも散らかってる綺麗じゃないんですけど、今こんな感じになってます。こちらはですね電球をね、最近買った電球ですけども、ぶら下げてる IKEA の棚受けとして売られているものです。それにこう電球をぶら下げているという感じです。はい、でこちらのパネルはね、楽天で購入しました。ネスナって有名なサイドテーブルですね。毛布も IKEA のでございます。IKEA 結構ブランケットが豊富で、結構季節ごとに楽しめます。このねライトが結構お気に入りで、たまに頭をねぶつけると痛いんですけど非常にシンプルで気に入っています。電球が IKEA のトロドフリというスマート電球になってまして、このスマートスピーカーがそこにおりましてですね、あそこにね、でそれで操作することができます。電気つけて、先ほどの枕元のライトもスマートプラグを間に挟んで自動でオンオフできるようにしています。はい、では、リビングを紹介しようかなと思います。キッチン、ダイニングエリアで、奥がデスクと収納になってます。まずですね、こちら床はですね、DIY でして、もともとは茶色っぽい状態の住宅だったんですけども、私一人で、フロアタイルを購入して貼りました。なので結構、雑です。この辺の隅っことかは、ガタガタしてますね。
でも自分で済むのでね、自分でやったと思って安く済んだと思えば、納得しております。ちなみにこのドアもですね、本当は向こうのドアみたいに茶色いドアだったんですけど、白いマスキングテープを貼りました。でまず向こうのミラーがリンドビーンといって IKEA のミラーになってます。そうですね。でこっちから見るとダイニングと、ちょっとごちゃごちゃしてますけども、このデスクと収納がですね、だいたい同じ高さになるようにしています。このダイニングチェアは一番右のが IKEA で、真ん中のステップは IKEA。こちらはですね、ちょうど子供が足がつかない問題があったんですけども、このステップに座ることで、足がつくようになりました。で向こうのは Y チェアと呼ばれるカール・ハンセンのものですね。でこちらのダイニングテーブルもよく聞かれるんですけども、カール・ハンセンの同じくカール・ハンセンのダイニングテーブルになってます。でこの奥側のベストという収納とミッケというデスクをですね、高さが合うようにしています。足をね、ベストに足をつけることができますので、これで高さがミッケと合いました。ちょっとあんまこっち片付いてなかったんですけどすいません。こちらは IKEA の有効ボードですね。いろいろカスタマイズがしやすい商品になっています。棚にライトをつけています。今ついてなかったけど、だいたいね5時になるとみんなつくような設定にうちはなってます。でこちらの、ワーキングチェアはハーマンミラーっていう会社、アメリカの会社の非常に腰当たりが良くて腰に優しいチェアでおすすめでございます。生活雑貨のこまごましたものはこちらのロースフルトワゴンに収納しています。アルコールスプレー、掃除道具、ティッシュ、ハンドクリーム、体温計、などなどで、さらにこれはですね、サイドテーブルみたいな感じでも結構使ってます。仕事とか、その作業するときにお茶を置いたりして使ってます。ここのバスケットとかつけたりしてこういう風にカスタマイズするのもおすすめで、スコーディスに使うやつなんですけど、ここに引っ掛けて使ってます。で iPad を入れたり、あとノートとか入れるのにも便利です。で隣のキッチンの紹介もしましょうかね。物はいっぱいあるんですけど、 IKEA の、竹製品がだいたい揃ってますので、色が揃ってるので、そんなね、すっきりしてなんとなくまとまってるように見えるかなという感じでございます。こちらはレールですね。このクロス可愛いんですよね。ちょっとリネンが入ってて吸水性があって、もうリピ買いしたいぐらいもうリピ買いしたいですこれ。はい。でこちらが、モニタースタンドなんですけども、耐荷重が20キロありますので、ケトルを置いたりして使ってます。ここはですね、こんな感じでドリップコーヒーを入れたり、ちょっとお菓子を入れたりして使ってます。ここは今はたまたまないですけども、普段はバナナが入っている場所です。バナナとかみかんを置く場所です。これはね IKEA のボウルです。こちらが IKEA のまな板で、これはねどっちかというとサービングプレートとして使うように使ってます。もうこれもリピ買いしたいぐらいですね。もう結構ちょっと汚れてきたので。で下はトレイを置くスペースにしています。でこちらがIKEA のスタンドで、これは IKEA のトレイとランチョンマットなどを立てておいてます。そうでここにね、結構今たまたまないですけど、明日のパン入れたりねしてます。 IKEA のねリーサトレプバスケットです。でこれは水切りラックにいつも使ってるバリエラです。こうやってね使わない時はコンパクトになるので非常にいい商品ですよね。でこちらはタブレットスタンドです。
私が大好きな商品で、スマホとかタブレットを置いて角度を変えられて高さも変えられるので、見やすい角度にすることができるので、本当どこでも活躍します。でこれもなんかホワイトでいいですよね。あとどっか紹介するとこあるかな。キッチンの床もですね、リビングと同じくフロアタイルを自分で貼りました。こちらはタイル自体が大きい四角ですので、かなり難易度は低かったです。はい、続きましてはソファー周りも行ってみましょう。ソファーはノイエスというメーカーのソファー、日本のメーカーのソファーです。でこちらのリモコンポケットがすごいおすすめの商品でして、 IKEA のものなんですけど、なんかめちゃくちゃ安いんですよね。でここアームにかけて使えるものなんですけど、ポケットになってまして、でこっち側がですねすごいんですよ。こう金属の棒みたいなのがついてまして、これを押し込んで落ちにくくなってます。でも素材もね結構しっかりしてますし、全然毛羽立ってくるような素材でもないんですよね。長年使ってますけども、こちらおすすめの商品です。クッションカバーは IKEA 結構いろいろおすすめありますけども、最近のおすすめはこちらですかね。すごい生地がめちゃくちゃしっかりした生地で、伝わりますか？ちょっとレンジがピピピって言ってる。このしっかりした生地がすごく高見えするクッションカバーです。中身はフェザータイプのインナークッションを私は使っています。フェザータイプとポリエステルタイプ2種類が売ってます。獣臭が気になるって方は、匂いにねが気になるとか、ペットがいらっしゃるとか方はポリエステルおすすめでございます。私は、匂いとか気にならないのでフェザータイプを使ってます。フェザータイプ買ってみて、なんかもう匂い無理と思ったら返品したらするのもありかなって思いますよ。こちらのプーフもめちゃくちゃおすすめで、フットレストとして普段よく使うんですけども、ちょっと腰掛けるにもめちゃくちゃ安定感があって、なんかちょうどいいんですよね。こちらすごくおすすめな商品です。こちらのですねブラインド調光スクリーンはですね、ニトリのものですね。うちにもうニトリ製品がちゃんとあるんですよ。こちらなんとロールスクリーンを重ね付けしておりまして、手前のも、ニトリのロールスクリーンなんですけども、こちらは遮光ロールスクリーンになってまして、プロジェクターを映す用のスクリーンとして使ってます。これ非常にいいですよ。使わないときはこう上げておけばいいわけですからね。こちら180センチ幅のものを使ってます。確か IKEA には2メートル幅のも、売っていると思います。テレビスタンドは楽天で購入しました。でこのゲーム機はスマッラという竹のボックスに入ってて、ここにねこう穴が開いてて2本線が通ってます。こんな感じでここに入れとけばちゃんと充電もできるし、テレビにも出力することができます。でこんなごちゃごちゃしてるのに、こうやって蓋閉めるとなんかね不思議となんかパッと見えないすっきりするんですよね。熱もこもりにくくていいのかなと思ってます。こちらの IKEA のベンチはディスプレイとして使ってます。ここはしょっちゅうディスプレイを変えて楽しんでいます。こちらは花瓶なんですけども、中に粘着テープローラーをしまっています。この花瓶はねもう日本の IKEA では売ってないかなと思います。 IKEA は商品の入れ替えが激しいですよね。私のチャンネルでは IKEA の新商品情報をいつも流していますので、狙いを定めて早めにゲットしていただきたいなと思います。飾るものは少なめにするようにいつもしてまして、ここに出ていないものはこういったキャビネットの中などに収納しています。私は本当に IKEA 大好きなマニアなので、ダブったりした商品以外はですね全てコレクションしております。今回長くなってしまいましたが、質問などございましたらぜひコメントでお願いします。次回はまた新商品を紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。